Oh my God. They have photoshopped out. Now, I don't know really if this is, you guys can check this yourselves. Amazon removes guns from all James Bond posters on Prime post-MGM purchase. This is... a Karen did this. Like, a Karen did this for sure. And everybody knows it. This is absolutely 100%, undeniably, unequivocally, without a shadow of a doubt, Karen behavior. That's what it is. And so, yeah, whoever is doing this, I think that we need to put them in a mental institution. I do. I think that we should do everybody else a favor and we lock them up for good. That's it. They're gone. No more problems. And everything is going to be great. There's a gun in the logo. Yes, there's literally a gun in the logo for James Bond. It is outrageous for good. Yes, or a marketing genius. I don't think this is a marketing genius. I think it's just embarrassing. 通勤通学中の皆様、おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、007からの話題になります。今回ですね、ジェームズ・ボンドでおなじみの007に銃規制が持ち込まれたということで、こちら、大変炎上してしまっているんですね。現在この007のクリエイティブ権というのは Amazon が取得しているんですが、ファンの間ではね、この Amazon が007に何か悪さをするんじゃないかということで、厳しい監視体制を敷いている中で、今回の騒動が起きました。果たして一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、Amazon が一部地域の自社のプラットフォームから、ジェームズ・ボンドの持つ銃を全て削除してしまったというんです。この銃というのはいわばね、ジェームズ・ボンドにとっては商売道具。もう彼自身のパーソナリティを象徴する道具ですので、Amazon 何やってんだと言ってファンがですね、大変怒ってしまっているというわけです。これがほんとひどい話でして、切り取り方もね、ほんと露骨なんですね。で、ちょっとね、ここに至るまでのベースというのをまずね、見ていきましょう。このチャンネルご覧になっている方だったら、以前もね、これに関しては取り上げているので、ご存知なんじゃないかなと思います。そもそもですね、こちらですね、これ Amazon の公式サイトになりますが、Amazon MGM スタジオ、マイケル G. ウィルソン、バーバラ・ブロッコリーは本日、ジェームズ・ボンドの知的財産権を管理するための新しい合弁会社を設立したと発表した。この合弁事業の下で、これらの当事者は引き続きフランチャイズの共同所有者として残る。ただし、この新会社の契約条件に基づき、Amazon MGM スタジオは取引完了後、ジェームズ・ボンドフランチャイズの創作上のコントロールを獲得する。ということで、こちらがね、2025年3月の出来事です。今年に入り、このジェームズ・ボンドのクリエイティブ権は Amazon が持っているんですね。そしてこの時の責任者というのが以前もね、お伝えしました。ジェニファー・サルケという女性でした。木曜の午後、Amazon MGM スタジオの責任者、ジェニファー・サルケ氏が7年の任期を終えて退任するというビッグニュースがもたらされた。ということで、この人物がね、退任したぞというのが大きなニュースになったんですね。で、この時に言われていたのはですね、もともとね、007の初代からこのプロデューサーを務めております、ブロッコリ家というのがあるんですね。そして現在もこの一家が権利を持っていると。そしてこのジェニファー・サルケは、バーバラ・ブロッコリとめちゃくちゃ仲が悪かったと伝えられていました。というのもこのジェニファー・サルケというのは、このジェームズ・ボンドをね、ファミリー向けの男にしたかったと。つまり、害のない男にしようとしていたと。このように言われているんですね。で、その企画を聞いて、バーバラ・ブロッコリが激怒したと。バーバラ・ブロッコリはジェニファー・サルケと折り合いが悪かったと言われている。ウォール・ストリート・ジャーナルの最近の報道によると、ブロッコリは Amazon のことをクソったれのバカどもと呼んだという。Amazon のオーナーであるジェフ・ベゾスがその発言を聞いたところ、彼はいかなる代償を払ってもジェームズ・ボンドを手に入れろと命じ、ブロッコリを排除したがっていたと伝えられている。報道によれば、ジェニファー・サルケの下で Amazon はジェームズ・ボンドフランチャイズを新たな方向に進めようとしていた。そしてここです。女性主人公を据え、マーベル・シネマティック・ユニバースのように多様なキャラクターを主役にしたスピンオフを展開する計画だったという。ということで、このね、ジェニファー・サルケが退任しまして、007ファンは胸をなで下ろしていたところに、今回の事件が発生しました。Amazon プライムビデオ、オンラインでの反発を受けて、銃のないジェームズ・ボンドのアートワークをスクラブス。ということで、こちらですね、スクラブとあります。こちらが本日のキーワードになります。Scrub。何かをきれいにするため、特に硬いブラシ、石鹸、水を使って強くこすること。
ということでね、このスクラブというのは、こすってきれいにするとか、ゴシゴシ洗う。こういった意味になるんですね。で、ここから転じまして、削除するという意味になるんですね。で、削除というとね、delete というワードを皆さんもね、ご存知なんじゃないかなと思いますが、このね、delete の場合は、シンプルに削除という意味になります。で、こちらのね、scrub というのは、完全に削除するとか、あとね、静かに削除する。こういったニュアンスになるんですね。ということで、こちらは Amazon プライムビデオオンラインでの反発を受けて銃のないジェームズ・ボンドのアートワークを静かに削除。 Amazon プライムビデオは007が全ての画像から銃が取り除かれていたことにフランチャイズのファンが気づいた後、ジェームズ・ボンドのアートワークを静かに削除した。デッドラインの確認によると、このオリジナルのアートワークはソーシャルメディア上での反発を受け、10月5日のジェームズ・ボンドの日に合わせて週末のうちに差し替えられたという。プライムビデオ側はこの件についてコメントを控えている。金曜日、英国の多くのボンドファンがプライムビデオの特別アートワークから銃が消されていることに気づいた。これにはショーン・コネリー主演のドクター・ノーやピアーズ・ブロスナン主演ゴールデンアイのポスターも含まれており、銃が元の画像から文字通り取り除かれていた。ということでね、それがトップにありました。この画像なんですね。これすごいでしょ。元の画像はこちらです。これね、ショーン・コネリー。このように、ここにね、悪さを持ってるんですね。するとこちらですよ。今回ね、新たなアートワークとして登場したこちら見てください。ないんですね。加工してるんですよ。そしてね、単純に銃を切り取るだけではなくって、これね、指の角度とかも変わってるんですね。割とマジの加工でしょ。で、その全容がね、こちらにポストされているんですが、Amazon はプラットフォーム上にある全てのジェームズ・ボンドの映画のキービジュアルから銃をデジタル的に削除したということか。でね、その下にね、こちらあるんですが、これがね、現在削除されたという画像の全容ですね。ほら、一見ね、自然に見えますが、もともとはね、ここに銃を持っていて、この銃というのが加工で消されてしまっているというわけなんですね。もちろん、インターネット上で奇妙なことが起これば、大抵ミームが生まれる。そして、銃なしボンドも例外ではなかった。ブロスナーの銃は様々な物体に置き換えられてしまったのだ。ここカッコでね、中にはここに載せづらいものもありますが、現在ね、このようにしてこれね、サンドイッチに置き換えられてますね。こういったミームが大量発生し、嘲笑されてしまっていると。で、この切り取り方ね、徹底しておりまして、こちらですね。この記事執筆時点では、英国版プライムビデオ上のボンド作品のサムネイルは、映像本編のアクションシーンに差し替えられているものの、依然として銃を構える姿は描かれていない。特にスカイフォールのある写真では、クレイグの銃が画面外にトリミングされている。ということで、もともとはね、こちらの写真になるんですが、これがね、これですよ。これサムネイルですよね。トリミングされてると、ここ。で、今ね、すごい言われてるのが、まさにね、ここに見えているんですが、これですよ。ロゴあるでしょ。ここに銃があるんですよね。なぜなら、この銃というのは007を象徴するものだから。だからね、銃をトリミングしながら、このロゴを使わざるを得ないというところに、この件のバカバカしさが象徴されていると言われていますね。で、クレイグ版に関してはですね、結構雑な切り取り方をされておりまして、2015年のスペクターのオリジナルポスターでは、モロッコの砂漠からオーストリアの寒冷地までを旅するダニエル・クレイグ演じるボンドが右手で銃を持ち、体の横に構えている。しかし、アマゾンは銃を見せないようにするため、クレイグの手の部分をトリミングするという単純な手法を取り、ポーズ自体はそのまま維持した。ということでですね、ここにね、ホルスターがあるんで、これ自体はね、消さなかったんですね。そしてここに見えている、この銃に関しては、シンプルにね、ここをさっきと同じですよ。トリミングして使っていると。だから、本当に銃を全部削除しようという意向だったのが、よくわかりますね。構図の問題だとか、ポーズの問題だとか、そういうことではないということです。銃を削除するためにこのような加工をしている。これは明らかなんですね。これらの Amazon 版ジェームズ・ボンドのデジタルポスターでは銃が全て削除されていて、どれもぎこちないポーズになっているのに気づいたでしょうか。ジェームズ・ボンドを彼愛用の銃なしで宣伝しなければならない時代へようこそ。なんだこれは。狂ってる。全く意味不明だ。映画本編からも全ての銃を削除してください。ありがとう。これで安心できそうです。という皮肉でしょうね、これは。Amazon がこのフランチャイズを買ったのは最悪の結果だったということだ。スター・ウォーズの二の舞だ。バナナ持たされてますね。逆に銃掛けになるパターンね。これなんだっけ？フィフスエレメントですね、これ。こちらね。はい。チワワちゃん持たされてます。このあたりとかね、芸が細かい。こちらはね、何か旗持たされておりますが、こうなっちゃいますよね。銃を消したくせに、銃の形をした007のロゴはそのまま使っているのか。マーケティングチームはこれをすごく賢い演出だと思っているんだろうけど、実際は完全に馬鹿げていて、頭が悪い。制作会社も昔からそういうところがあって、ビデオゲームではボンドに誰もさせたくないなんて言ってたくらいだ。
はい、ということで本日はですね、Amazon プライムが自社のプラットフォームからジェームズ・ボンドの銃を消し去ってしまったということで、ファンが激怒。これにより、これらのアートワークを取り下げたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回の件はイギリスのプライムビデオで起こったということのようですね。全世界向けではなかったようです。とはいえね、今回の件で明らかになったのは、ジェニファー・サルケがね、このジェームズ・ボンドをファミリー向けのヒーローにしたいと、こういう意向を示していたというのは、現在の Amazon も引き継いでいるということですよね、この思想を。それがね、垣間見えてしまったというのは、ファンにとってはね、恐ろしいことだと思いますよ。で、もともと持っていた銃を消し去るというのは、これね、スピルバーグもやってるでしょ。以前少しお話ししましたが、E.T. ですよ。ちょっと何周年記念版か忘れましたけど、後にですね、CG で映画に登場する銃というのを消したんですね。で、プクタね、E.T. これ大好きなんですが、この修正版、ひどかったでしょ。これだけ E.T. を愛しているプクタですら、ほんとね、見てられなかったですよ。ひどすぎて。で、後にね、スピルバーグはあれ大失敗だったということで、反省してましたよね。あんなことはするべきじゃなかったと。ということで、これから出てくるであろう、Amazon 版の007には、ちょっと注目しておくといいかもしれませんよ。もう場合によってはね、今回の件とは、比べ物にならないぐらいの炎上するかもしれませんが、皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。